間違ってしまった。こんばんは。野原さん、こんばんは。今日はかろうじて自分で気づきました。すいません、こんばんはです。ちょっと待ってくださいね。少々お待ちを。ちょっと待ってくださいね。こんばんは。なるさん、こんばんは。ちょっと待ってください。すいません。続きます。ちょっと待って。よいしょ。こんばんは。すいません。始めた早々お待たせしちゃって。いや今日も暑いですよ。雨がねちょろっと降ったうちには入らないんですけど、ちょろっと降った感じになるのかなと思ったらすぐ止んじゃって、1分ぐらいかな、1分ぐらいで止んじゃって、雨雲がちょっと通り過ぎたぐらいだったんですかね。まあ本当に暑い。これはまずいですね。どこもかしこも多分乾燥しまくってるんじゃないかと思われます。この時期でこんな暑くてこんなに雨が降らない、寒気は寒気に入ってるんだろうけど、いつも夜雨が降るんですけどね、本気で降らない。昼間なんか汗だくだくになるぐらい、ちょっと動いただけでもう汗だくだくですね。これはまずいですよ、本当に。雨乞いしなくちゃ。この間見た、なんだっけな、徳島の自給自足の家族がやってたんですけど、雨乞い、本当状態になりそうで、いや本気で暑いです。ちょっと参っちゃいますね、この暑さは。エアコンを、昨日も言ったけど、エアコンをかけると寒くなるし、除湿をずっとつけてる状態だから、いずれにせよね、電気料金はかかるし、もうとにかくめちゃくちゃ電気料金も高いし、なんかガソリン代が下がったとか書いてあったけど、下がったの本当にっていう感じ。本当に下がってるかどうかを実感できない感じで、電気料金はなんかさらに上がってるんじゃないかなって思う状態ですね。もうみるみる間に電気料金がネットでわかるんですけど、もうぐんぐん棒グラフが伸びてるっていう状態で、これを見るとね、なんか恐ろしくて電気を使えない状況に陥ります。なんかそう、マリアナバラエティさんが今日もね、なんかね、テニアンカジノの深掘りとはいかないんだけど、テニアンカジノの議員さんたちはまだそのテニアンのインターネットカジノをやりたいっていうことをまだなんか
深掘りをしてるっていう感じではないんだよな。深掘りをしてくれるとなんか見やすいっていうか、なんて言うんだろう、ありがたいっていうか面白いっていうかあれなんだけど、深掘りではなく議員さんたちがまだこう言ってるよみたいなで、結構世界が注目していたのにっていうことを書いてたんだけど、なんか3日ぐらいここ3日ぐらい同じようなことを書いてて、似たようなこと、だからインターネットカジノのことに、知事がストップをかけたっていうことを書いていたんだけど、今日もそういうことを書いてて、何を問題視してるのかなって、まず連邦法に関わってきちゃうからやめた方がいいっていうのが知事と、AG オフィスの司法庁の長官の意見でいうことを同じことを書いてるんだよね。何を重要視してるのかなってちょっと思ったんだけど、でよく読んでみると、ステーブルコインって言ってデジタル通貨、そのデジタル通貨をまだやりたいんじゃないかなと。ビットコインとは違うんだけど、ビットコインとかトランプコインとかとは全くことが違うんだけど、ドルベースでドルと同じでドルと同じ動きしかしないっていうものなんだけど、それがステーブルコインっていうんだって。でステーブルコインってよくフェスティバルなんだっけ、フレームツリーとかなんだったっけ、ど忘れしちゃった。ストリートマーケットとかだっけ。ストリートマーケットでもコイン、サイパンダコインって使ったかな。ストリートマーケットはサイパンダコイン使わないよな。フェスティバルの時にサイパンダコインみたいのを使うんだけど、そういうようなものをドルと同じ動きをするステーブルコインって言って、ピニャンコイン、マリアナスコインとかいう仮の名前がつけてあったと思うな。安定した価格でドルと同じで安定した価格で、今ドル円が全然安定してないから、安定とは言えるかどうかはちょっと分かんないんだけど、それを発行したかったっていうか、発行したいみたいなんだよね。いまだにイントネーションがおかしい。いまだにそれを発行したいみたいな。それを発行することによって結構世間が注目をしてた。でもまず無理で、そのコインっていうのはステーブルコインなんで、ブロックチェーンを使うんで、送金とか手数料がめちゃくちゃ安くなるっていうのと、送金がね、サイパンから例えば日本とかフィリピンだけはちょっと違う、そういうちょっとグレーな部分、グレーじゃないんだけど、ブロックチェーン技術みたいなものを使ってるのかもしれないんだけど、ウエスタンなんとかっていうので去って送れるのがあるんだけど、日本にも
送れなくはないんだけど、銀行からみんな送る方が多いっていう感じで、銀行から送ると手数料だけで、300ドルぐらい送っても100ドル近くかかる。300、400送るだけでそんだけのお金に100ドルぐらい手数料がかかるのね。で、失敗することが結構あって、失敗っていうのがね意味が分かんないんだけど、送れない。それはねまたゆうちょ日本側の問題でもあるんだけど、日本のゆうちょ銀行ってあるでしょ。ゆうちょ銀行って口座番号そのまま書いただけだと送れないのね。なんかね、海外送金からだと違う口座番号をね書かなきゃいけないっていう決まりがあって、その決まりがよくわからない。それをね話すと、タイパンの銀行で話すと、こんなものあるわけないじゃない、口座番号は口座番号なんだからって言われて怒られちゃうんだけど、でもね日本のゆうちょ銀行だけはあるのね。例えば他の銀行、りそなとかそういう銀行にはそういうのなくて、普通のSWIFT コードと銀行名と口座番号を書けば普通に送れるんだけど、送金できるんだけど、そのゆうちょだけはちょっとダメで、だからこういうねスティーブルコインができたりしたら、ブロックチェーン技術を使って取引が早くなるっていう、そういう利点はあるんだけどね。銀行口座を持ってない人でも気軽に送れるようになるっていうのは結構グレーな部分でもあるんだよね。かなりグレーなところでもあるんだけど、ちゃんとアメリカの証券取引所が管理するものだから、そこにだから結局はテニアンの政治家さんたちがやりたいって言ってるけど、結局はアメリカが承諾しなきゃ進まない話で、結構ね、なんか裏があんのかなとか考えてしまうような感じだとは思われるね。なんとかしてそういうものを作ってやりたいんだろうなって。カジノ賭博の結局関連法案が進展は全くしてない中で、投資家は投資する人は法的なリスクに直面するようなところだから、ちょっとお金持った人たちがこれ儲かりそうだからちょっとこのインターネットの会社にねやってみようみたいに、2万ドルぐらいならちょっとのお金持ちの人なら投資できちゃいそうなところだから、ちょっとね危ないみたいなところもあるよね、リスクでも。もし損しちゃったら、もしそれがシニアン側でもやっぱりやめましたっていうことになっても、2万ドルならって言って諦められる、お金持ちなら諦められる金額なのかもしれないしっていうギリギリのところ、結構グレーゾーンの問題が未解決で、何かあった場合の責任がもう曖昧だよね。そういうようなことを今日の
新聞でもまた書いてたから、なんでさ、昨日一昨日今日と3連チャンぐらいでこの話題に触れてたから、観光業のね回復にはサイパンだって全然回復していないわけで、ケニアのね魅力を伝える前に、サイパンの魅力を伝わらないと十分に世間に伝わらなければ、サイパンからケニアに行くっていう状態だから、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。すいません。ごめんなさい。少々お待ち。もうダメ。すいません。
お待たせしました。ごめんなさい、ちょっとニャニャが暴れてます。カジノは興味あるけど経営は無理だ。オンラインカジノだからね、もう簡単にできんのかって言ったら、まあそれなりの技術はいるでしょうね。簡単にできるならやるわな。簡単にはねできないんじゃないかなとは思いますよ。今ねどうなってるのって感じなんですけど、なんかとにかく連邦法でワイヤーアクトっていうのがあって、マフィアの対策法案で作られた、マフィアが入ってこないように今作られた法律なんだけど、州をまたいで賭博情報を送るのは禁止っていう法律になってて、昔作られたらしいのね。スポーツ関係の賭博以外なら OK っていう解釈も昔はあったらしいんだけど、今はっていうか2018年に前トランプさん政権でまた厳しく解釈をされたらしくて、ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃって、今でもオンラインカジノはこのワイヤーアクトっていう法律に引っかかるって言われてるらしいのね。で UIGEA っていう法律があって、これが今のテニアンでやろうとしてるオンラインギャンブル潰しの本命の法令らしくて、違法なオンライン賭博に銀行やクレカ会社が関与するのは禁止っていう法律らしいんだけどね。事実上の締め出しって書いてあったかな。ゲームの内容自体じゃなくて、お金の流れを決済を止めるのが目的の法律。海外オンラインカジノに送金したらアウトなんだって、アメリカの国内銀行が。カジノサイトが合法であってもお金のやり取りが違法になるから、ここで出てきたのがさっきのコイン、スティーブルコインを作って、サイパンならではのサイパンっていうかテニアンならではのスティーブルコインを作って、それで運用していけるんじゃないかっていうことらしいんだけど、テニアンだけでやるからセーフって主張しても、テニアンだけだと2000人もいないところで誰もインターネットカジノなんか多分やらないと思うから、やってもまあ無理でしょ。2000人いるのかな、今はどうなのか分かんないよね。で他の州を通じてにつながった時点でもうワイヤーアクトの対象になっちゃうからアウト。送金もダメだから、ローカル法だけではオンラインカジノを OK するのはもう無理ですよって知事は言ってるから、完全に無理ゲーなんだけどね。制裁対象にもなり得るから、アメリカからね。そんなことになったら本当今の CNMI 本当に誰もね手助けをしてくれないどころか、誰も来てくれなくなっちゃう。国じゃないね、地域として信用性が全くなくなるから、投資をしてくる
っていうかツアーを組んでくれる会社もなくなっていってしまうっていうことの方が大きいから、これはね無理ですっていうことなのに、結構深夜さんこんばんは。いつもありがとうございます。皆さんいつもありがとうございます。オンラインカジノを合法化する流れに全米でね、結構そういうカジノをオンラインカジノを調べてみたら、オンラインカジノがもっと進めば連邦がもう緩くなるかもみたいな動きはやってるみたいなんですけど、実際にニュージャージーとかミシガン、ペンシルバニア、ネバダ州とかこの辺で合法になってるんですって。超厳格なルール付きらしいんですけど、州の住民にしか提供できないとか、州内のサーバーのみ使用だからもしティニアンでやるとしたら、ティニアンとサイパンとロタの人しかこのカジノに参加できないような状況を作るっていうことだから無理だよね。それで潤うわけがないよね。一応そのね、ネバダ州とかそういうとこのモデルケースを利用すれば可能性はなくはないけどっていう感じで、なんでこんなにマリアナバラエティが3日連チャンでこんな話題を無理なのに無理だっていうことを取り上げてる。無理だっていうか、やりたい、議員さんたちはやりたいって言ってるよっていうことを取り上げてる意味がちょっと分かんない。深掘りするんならね分かるんだけど、深掘りでもないからちょっと分かんない。だから今のやり方なら、この今言ったやり方ならやれなくはないんじゃないのっていうところを私は今日調べてみたんですけどね。実際カシーノの話です。そうカジノのね話。マリアナ・バラエティさんが今日もなんか議員さんが、ケニアの議員さんたちがまだやりたいみたいな話をしてることを取り上げてたんで、まだやりたいのの意味が分かんないから、なんでかなってちょっと、このステーブルコイン、ビットコインとかこういうものを作りたいみたいな、そっちの方が大きいのかなとか。それにしたってサイパンダコインで我慢しておきなさいよって感じですよね。サイパンダコインも今年は使われるのかどうかは分かんないんですけど、出てくるのかな、サイパンダコイン。日本人には分かるけど他のね人には分からないコインだから。プレイヤーに3ペソプレイヤーに3ペソプレイヤーに3ペソ。いや本当にね、ちょっとなんでこんなの取り上げてんのかなって、世界が注目なんてしてたのにみたいなことを書いてあったから、そりゃ注目するよね。違法になりかねないことだったから、結局連邦法に引っかかったらサイパンはアメリカからも制裁を受けかねないような事実を作ろうとしていたわけであって、でもそれをまだやりたいと言っている議員さんたちがいて、それを阻止しようとしてる知事と、ダメだよって言った知事と司法長官がいて、
これはね、司法長官と知事の方に歌が上がると思うんですけどね。どう思います？そんなことないかな。これだってアメリカの法律、連邦法には絶対に引っかかっちゃうから、どうあがいてもテニアンの中の町のテニアンの町の法律だけではね、連邦法は崩せないぞっていう突破できないぞっていうところだと普通に考えても思うのに、何があるのかなって、やっぱり中国系が絡んでくるのかなとか。だって今ね、やっぱトランプさんと中国は関税戦争でもう近寄らないような関係になってるわけだから、パンダにガラパン履かせてゆるキャラゆるパンダにガラパン履かせてゆるキャラ作ってよ。ガラパンを履かせるの？ガラパン、パンダちゃんにガラパン、ボクサーパンツのガラパン、それも通用しないでしょ、日本人にしか。それも多分日本人にしか通用しないと思うので、タイパンダ自体はもう日本人特有のね謝礼だから、パンダちゃんにガラパン履かしてもやっぱりそれは日本人にしか通じないからダメじゃないの？日本人が今来てないんだもん。だってね、それも多分ダメ。なんか中国じゃないか、韓国の人に受けるようなこうタイパンと何か韓国語が分かんないからどう受けるのか分かんないよね。韓国語が分かんないもんね。日本のサイパンダも韓国人にとっては分からないし、中国人にとってももちろん分からなかったわけだから、今は韓国人の人が一応観光客で一番多いと思うから、韓国人に分かるようなそういうシャレっ気のあるものを作らないとダメだよね。なるさん、そういうことか。どういうこと？お姉さん、アニョハセヨ。アニョハセヨ。お姉さん、こんばんは。アニョハセヨですね。なるさん、そういうことか。もしかしてサイパンダのこと言ってる？サイとパンダでサイパンダ。深夜さんが言ったのはパンダにガラパンを履かせてゆるキャラ。それ韓国人に通用しないからダメでしょう。ちょっと日本人の観光客がいないから却下です。サイパンダコインを結局はサイパンダコインのようなものを世界に普及させたいみたいなことをケニアンの議員さんたちは言ってて、本当にだから証券取引所で管理するようなものを作りたい。管理するようなものっていうか、管理されちゃ困るけどそういうものでやっていきたいって思ったわけだよね。だからケニアンの法律だけでケニアン法律だけで世界を突破しようとしたわけだけど、あまりにも無理ゲーで
かなり無理なところなのに、なんでマリアナバラエティはもう3日も連チャンでそれを取り上げてるっていうのが、深掘りもせず、じゃあ何がね、さっき言ったみたいに何をしたらこれを突破できるのかとか、そういうことを書いてない。何をしたら突破できるのかっていうのはさっき話したんで、ガラパンダなんかどこ、シニアさんガラパンダどこを掴むなんか全部ガラパンダ、却下ガラパンダ、ガラパンだからね、分からなくはないと思うんだけどね。ガラパンだって言ってるだけの話になっちゃうから、韓国の人と中国の人にとってはちょっと却下じゃないの。いつものメンバーも集まってきてくれたので、今日の動画を流そうかなって。今日の動画も大したことないんだけど、どこかな。今日もね、なんだっけ、クラウンホテルのビーチから始まり、クラウンホテルの中にチェスがありましたね。こんなの前あったかなと思って、ちょっと気づかなかった、私には。でクラウンホテルの外側のところ、座るところが結構充実してるんですよね。これはちょっとペアの椅子なんだけど、全部がお外に面してるようなところとか、ソファーとかが結構充実してるなって感じで、ラーメンの時とかどうすんだろうとかいろいろ考えちゃったんだけど、全部中にしまうのかなとか。深夜さん、スローなブギにしてくれ。何それ、なんだっけ、スローなブギにしてくれ、ブギーにしてくれ、なんか聞いたことあるのそれ。なんだっけ、歌の題名だよね。違った？違ったっけ？題名じゃなかったかな。ね、なんかこういう昨年、お姉さん一昨年からチェスありました。そうなんだ、一昨年からあったんだ。でちょっとお買い物に行って、このすりごまのね、すりごまなんかこうするやつ買おうと思ったらね、7ドルもすんの、100均で売ってるようなやつだよ。ちょっとびっくりしちゃった。やめちゃったって。本棒と鉢と別売りだった。だから13ドルぐらいしてたから、ちょっとびっくりしてやめましたね。いや、ちょっとお買い物に行って、あんまりろくなものはこの辺取ってないんだけど、豚3ドル40、ペラペラのがちょっと入ってるだけで、このぐらいだと、昔だとちょっと前だと2ドル台で買えたのに、これ今日は春巻きを買ってみたんですけど、春巻きもこれ5ドルぐらいするんですよ。そんなに入ってないのに。あとこれがね、ちょっと小腹が空いた時に食べるパン、これも3ドルいくらだっけな、4ドル近く。あと食パン買って、パンはいくらだっけな、
もうなんかね、1週間ぶりぐらい、いやもっとかな、10日ぶりぐらいにお買い物に行ったんだけど、ちょっと値段また上がっててびっくり。今日のメインは卵だったんですけどね。ローカルエッグだっていくらでしょう。ローカルエッグ、皆さん、シナモンロールは定番ですよね。そうそう、シナモンロールっていうんだあれ。ちょっと小腹が空いた時にね、シナモンロール食べようと思って買ってきたんですよ。今日お買い物に行ったのは卵を買いに行ったんですけどね。ちっちゃいの。今日のはちょっと大きめだったけど、いくらだと思いますこれ。ぶっ飛ぶ値段ですよ、本当に。今日ね、軍艦が止まってるんですよ。これ軍艦だと思うんですけど、漁船じゃないと思うんですけど、ネイビーの船、結構大きいからネイビーの船だと思う。あ、梅さん、12ドル、超惜しい。超惜しい。なんで知ってんの？11ドル99セントでした。ちょっとびっくりしちゃった。そんな値段すんのと思って。なんでそんな、うねさん知ってんの？正解に近いじゃん。もう11ドル99セントでしたね。ちょっとびっくりな値段で、今日軍艦がだからこうやってずっとついてたから、明日がグッドフライデーで休みだから、ここについてるんだと思うんですけど、これまた夕日を20倍速ですね。20倍 ?25 倍速かな。ピカピカ光ると思うんで気をつけてください。なんで光るのかわかんないけど、音消えてるよね、これ。映像の音。なんで知ってんだろう、姉さん。なんで光るのかは分かんないんですけど、20倍速にするとそうなっちゃいます。スーパーの価格チェックは私の仕事よ。私の仕事よ。あ、そうなんですね。そうなのね。20倍速にするとこのくらいになっちゃうんですよね。なんかこうなっちゃう。光がピカピカしちゃう。なんでかわかんないけど、軍艦ずーっと止まってたんで、もう今日はサイパンにつけるっていう感じなんでしょうね。こんな船いつもいたかな。こんな船どっかから来たのかなって思ったんですけどね。綺麗な夕日にはそんなにならなかったけど、夜になったら軍艦は電気つけてましたね、もうね。でね、もう世間が電気ついてる時間にずーっとホテルの方を
テル街、ほらホテル街部屋真っ暗なんですよ。何にも電気ついてないの。まだつかない時間かな。部屋の電気つける時間だよね。世間の電気がついてる時、まあ、こういう感じでしたね。ものすごく、とにかくポット買っただけでもやしがだって3ドル、なんだこれって感じで、ね、なんだっけな、ガスバーナーのちょっとチャッカマンみたいなやつ、ちょっと違うな。チャッカマンとは違うけど、ガスバーナーみたいな、ガスのなんていうの、あれあれなんていうんだろう、こうカセットコンロのこうやってカセットコンロのガスに上にカチャってつけるようなガスバーナーなんだけど、日本でよく100均で売ってるやつなんだけど、それがこの間7ドルだったのに今日12ドルだってびっくりしちゃった。あ、トーチ、それです。トーチです。うねさん、トーチ。そうトーチ、それがね12ドルぐらいしてて、ちょっとぶっ飛んだ。あれちょっとね落っことすとバラバラになっちゃうんですよ。ちょっとテーブルからコロコロンって落っこっちゃうと、もうそれは最後でバラバラになっちゃって、もう中のバネとか出ちゃって、私には直せるあれはないので買わなきゃと思ったら12ドルとかで、アホくさって感じで、どんだけ上がっていくんだろうって。今日ね、キュウリは安かったな。日本でキュウリが1ドル5、60セントで買えたかな。キュウリは安かった。あとのものは高かった。キュウリは多分今いっぱいできてた時なんだろうなと思って。牛肉のこれはひき肉を買ったんですけど、餃子を買いに行ったんですけど、餃子がなくて、餃子がもう全然なくて、もう春巻きでいいかって。あ、そうだ、今日春巻き食べようと思ったのに春巻き食べなかったわ。春巻き食べようと思ったのに、そうだ、今映像を見て思い出した。春巻き食べようと思って買ったのに、春巻き食べないでチキン食べちゃった。間違えちゃったな。全然今映像で見るまで忘れてましたね。冷凍庫に入れて忘れてた。いや、卵が高い。卵が貴重品だからね。この間も卵全然売ってなくなっちゃって、まあそれはアメリカ本土のなんだっけ、鳥インフルエンザのせいだったんですけど、卵が高級品になっちゃったって感じですよね。4個ぐらい入れてオムレツとか作りにくくなりましたね、これでね。オムレツとかなんだけどな、超高いオムレツになっちゃう。これほんとレストランとかめちゃくちゃ困るだろうな。まあアメリカの
卵を使ってると思うけど、アメリカの卵も結構な値段出たんで、5ドルぐらいしてたかな。半分ぐらいそれでもしてたんで、ローカルエッグはやっぱ高いんですよ。これ軍艦ですよね。軍艦でいいんですよね。ローカルエッグとの違いは、アメリカの卵、臭さとか臭みが、あのアメリカの卵はなんか臭いんですよ、ちょっと。で、生じゃ絶対食べれない。すき焼きとかつけんのに生じゃないですか。そういうのにはローカルエッグじゃないとちょっと怖い。アメリカの卵だとちょっと怖いって感じかな。やっぱりローカルエッグをなるべくなら食べますね。ローカルエッグもある時とない時とあるんですけど、ローカルエッグが入るとだいたいすぐ売れてなくなっちゃうから、今日はたまたまあったんでたまたま買いました。これ20倍速とかで動かしてんのに、なんか動いてるもの、なんか動いてるものあるな。ボートが動いてるな。雲が動かないですね、全然。少し流れるぐらいで。雲が流れてるから光さん復活しますね。なんで雲が流れてるから復活できる？本当復活できればいいんだけどな。深夜さん、ありがたいことを言っていただいてありがとうございます。雲が20倍速だからね、あれ。これ普通の速度、今多分。いや違うな。これが今普通の速度。これ空映ってないね。港の明かりと、ちょっとホテルが気になったんですよ。ホテルが全く明かりついてなかったから、電気がほぼついてない。それが気になったんですよね。雲が流れてると光さん復活できるのかな。本当だといいんだけど、全くまだ復活の兆しが見えないですけど、ケンシロウは復活しますよ。漫画の話なんだ。深夜さん、ケンシロウってあれでしょ。ケンシロウって漫画のケンシロウでしょ。あれは雲が流れると復活するの？もしかしてそういうことかな。違うかな。クラウンホテルのチェスが去年からあるのは知らなかった。今日初めて気づいちゃった。練りたいの人がいっぱいいましたね。本当に多い。
テニアンはね、もう軍事化で復活してるんだから、なんか和食もできてコックさんを探してるって言ってたから、今作ってる最中なのか、もうオープンしたのかわかんないんですけど、とにかく和食のコックさんいないって聞かれたから、全然知らないって答えといたんですけど、和食は絶対にケニアに中国人オーナーらしいですけどできたんですって。だからいろいろそういうのは復活してるから、復活っていうか進んでるから、もうテニアンはね、こんなサイパンダコインをやらないで、もうまっとうに軍事化を受け入れてやればいいのにって感じなんだけど、なんでこんなになんか深掘り、私の中では深掘りもせずに、ただこう議員さんが嫌だって言ってる、まだもっとやりたいんだって言ってるっていうことを発信してる新聞の意味がちょっと分からなくて、どうなのかなって思ったんですよ。どうせならどんなリスクがあってどんなメリットがあるのかっていうのを、メリットもいっぱいあるんだけど、デメリットの方が多すぎるから、サイパンっていうかこの地域にとって致命的になる可能性もあるから、アメリカに目つけられて。深夜さん、夜8時の花火は上がってますか？そんなもん上がってるわけないでしょう。どこに上がってどこに上がってたっけ？夜8時ってなんか上がってた？そんなの上がってるわけないですよ。今年のだってお正月の花火見ました？私サイパンに来て初めてあんな状況を見ましたよ。花火ほぼなし。世間的にもガラパンにもバンバン花火が上がって、だいたいうちからだと本当360度と言っていいほど花火が上がるのに、全くタコチョさんの上でも全く上がんなかったし、ガラパンも上がんなかったかな。ガラパンももちろん全然上がってなかったし、ホテルの花火もみんなめちゃくちゃ早かったし、もうロアベースとかあの辺の花火も全くと言っていいほどないぐらい、うちの周りでいつも上がるとこがちょろちょろ上がったぐらいで、とにかくガラパンが全然花火上がんなかった。今年はあんなの初めて見た。初の光景。いや、暗ーって感じだったもん。ひかりさん、指短い。お姉さん、そう、指短いね。あ、指短いかな。指短いかな、短いかな。あ、短いね。手のひら大きいんですよね。こんな大きいってほど大きくないけど。指短い。あ、指短いかな。短いかもしんない。短いかもしんないです。爪も伸ばしてないしね。短いかな。短いですね。
もうね、ほんとね、今年の花火は本当にびっくりした。これで終わりって感じだったし、いつ始まるのっていう感じで、姉さん足短いっす。姉さんは足短いんだ。大丈夫。足短くても指短くてもなんとか生きていけるから。これ20倍速とか25倍速かな、そういうのやんない方がいいのかな。ピカ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 こうなんで光っちゃうんだろう。今気づいたけどボートが走ってたね、小さいボートが。でもね、この時間だったら、普通だったらね、マニャガハ島から帰ってくる船もいっぱいいたり、普通だったらっていうか昔だったらそういう光景の時間帯でもあったんだけどね、全然だもんね。本当にこんなに海が静まり返って、ネイビーの人がいっぱいいる。とにかく夜はみんな街に出て、明日お休みだから街に出て飲んでるんじゃないかなと思われる。漁船じゃないと思うんですよね、多分大きいから。ホテルがね、あんなに真っ暗っていうのがちょっと腑に落ちなかった。なんであんなに暗いんだろうって。もう電気がついてていい時間なのに。20倍速、深夜さん、20倍速サンダー現象というの。雷の現象みたいな感じなんだ。知らなかった。嘘。もう深夜さん、私本当に何でも信じちゃうんだからやめてくださいよ。それを知ったかぶりして次の動画とかで喋ったらどうすんの。もうサンダー現象と言いますとか言ってもうバカみたいじゃん。そういえば一昨日の動画、私なんか変なこと言ったっけ。言ってないですよね。なんか一昨日の動画だけぐんぐんの伸びてるから、なんか変なこと言ったかなと思って考えたんだけど、あんまり心当たりもないし確認もしてないんだけど、なんか話したっけなと思って。まあ、英語とか韓国語に自動翻訳 YouTube が発展するじゃないですか。自分の私の喋ってる日本語でもちゃんと字幕になってないから、多分英語とか韓国語になったらどんな翻訳をされてるのかちょっとわかんないんですけどね。 YouTube の自動翻訳だからいいかと思ってはいるんですけど、知った足らずというか、口が回ってないからところどころどうやって字幕になってるかちょっと心配なんですけどね。
あ、そういえばそうだ。なんだっけ。言葉が出てこなかったからいいや。思い出したらまた言います。今日の夜食はシナモンロールですね。今日はもう2食食べてるから、昼間もお腹空いちゃってなんか食べたんですよね。で、さっき春巻きを買ったことを忘れてチキンを解凍してチキンを食べてしまった。春巻き買ったんだ、そういえば。今日買ったものはもやししか使ってないな。みんなはご飯とかは家で食べる派なのかな、外派なのかな。この時間に家にいる、もう家にいる時間か11時半だもんね、日本だってね。外でご飯食べたら、でもどう？外でご飯食べたら、食べて帰ってきてゆっくりするっていう派なのか、家でご飯を食べるって、どっちですか？みんな自分では作んないよね、きっと。作るかな。日本だったらどこでも何でも売ってるから、作る必要性がなんかないよね。深夜さん、コーヒーの好きな産地はどこですか？コーヒーコロンビアとかも好きだったし、前はコーヒーを結構凝ってて、だから自分で豆をこうチョイスしてたんで、コロンビアをエチオピアとか入れてアイスコーヒーを水出しで立ててましたね。焙煎してで水出しでずっと24時間かけて落としてアイスコーヒーは飲んでたんですけど、今はインスタントのコーヒーにアーモンドミルク入れて飲むのが精一杯かな。なるさん、私はお弁当多いです。そうだよね、日本だったらお弁当でことが済むよね。自炊して電気料金かけてガス料金かけてってやるより、家で作るより買って食べた方が安いんじゃないかなって本当に思えるんだけど、コンビニのお弁当がどれくらい値段がするのかわかんないけど、なんだっけ、ほかほか亭とかああいうお弁当屋さんだったらもっと安いでしょ。ああいうの毎日買った方がなんか安上がりな気がする。日本もなんか電気料金高いって結構聞くから、それを思うとね、一人暮らしの人なんかは特に。お姉さん、コーヒーにバーモンドカレー入れて飲むの？アーモンドアーモンドミルク、もうそんなに滑舌悪かった？アーモンドです。アーモンドミルクを入れて飲みます。前は牛乳入れて飲んでたんだけど、
牛乳から大豆ソイミルクに変えて、ソイミルクから今アーモンドミルクに変えたって感じかな。なんかアーモンドミルクは血液をサラサラにする効果があるとかって本当だか嘘だか分かんないけど聞いたから、それでアーモンドミルクにしました。お姉さん、失礼しました。ちゃんとイヤホンしますイヤホンで聞いてくれてるんだ。ありがとうございます。これ字幕がライブ配信って字幕を出すことできないのかな。いや、できるはずだよね。してる人いるよね。あれいない？ライブ配信で字幕が出るっていうのは無理なのかな。その場で出るっていうのは無理なのかな。わかんないや。またそんなことやろうとしたら絶対なんか設定おかしくするからなんだけどね。やる気はちょっとないけどやろうとしてもちょっと怖いから、何かを多分ダウンロードしてそれを OBS に加えなきゃいけないから、皆さんスマホでボリュームマックスなんですけど、声小さいですか？パソコンから離れすぎかな。ちょっと近づけます。テーブル引っ張りました。大きくなりました。声ちっちゃかった。テーブルパソコンちょっと離れてたかもしれない。すいません、申し訳ない。グリコのアーモンドミルク飲んでます。深夜さんグリコのアーモンドミルクってなんかありそう、あるかもしんない。私は今日映像に出してない？いい感じです。ありがとうございます。ねさん、ちょっと近づけました。パソコンをちょっと離れてたんで。今ね、やりたいことはやっぱり VTuber、 猫出したいんだけど、ここに猫が喋ってるようにこう出したいんだけど、なんか諦めそうその辺から持ってきた VTuber の人形を使いそうだけど、なんかこう誰かが喋ってるよっていう状態にしないとパッて来た人が、ちょっと来てくれた人が今喋ってる感がない。このままだと分かんないから、人が増えないよとか言われたんで VTuber の人形でも置こうかなと思ってるんですけど、それをなんか作り方をこう調べてたんですけどね、自分の猫を VTuber にする、いや設定が難しすぎる。そしてなんか今ね、課金っていうところに来たから、もう課金してまで新しいファイルだから、それを課金してまでなんか失敗したら嫌だなと思って、ちょっと固まってます。猫マスクかぶるしかないね猫マスクかぶるのにパンダマスク猫マスクね、猫マスクかぶって、その方が早いけどね。それのがでもそれだとそっか、こう自分を区切って猫マスク出してっていう感じになるのね。
なんだっけ、よく FX の人たちがやってるよね。角っこに自分たちが出てて、あとは投資画面が出てたりしてってやってるよね。よくああいう設定がみんなできるな。本当感心しちゃう。あ、ゲームの人もやってるか。初めて来た人はサイパン今お昼なのかと思うかな。あー、そっかそっか。これがライブだから今の映像かと思うか。これはね、昼間撮った映像ですあ、そういうことも考えちゃうかな。日本とはね、1時間しか差がないから。日本は今11時半でしょ。今サイパン12時半。ドル円もね、変わらないところをずっともじもじしてますね。あ、今日木曜日、明日グッドフライデーでお休み。お休みなのかな。アメリカもお休みってことかな。そういうことだよね。よくわかんないけど、あんまりグッドフライデーとかを気にしたことがなかったんで、もじもじ同じようなところにずっといますね。141円のこの辺は入るんでしょうけど41円50セントを下に割ってくれば下に走るのかなって感じはするけど、どうなんだろう。どうなんでしょうね。あれ、今ちょろっと見たら垂れそうな雰囲気も出してますね。あ、ダメか、折り返したか。やっぱり141円今日で、あ、140円今日で言ったら140円860ぐらいまで落ちる可能性も出てきたわけだねそこで引き返しちゃったらまた上行っちゃうかもしれないけど、もうトランプさん相場が続いてるから、ちょっと最近やり始めた人とかはびっくりしちゃうような相場ですよね。1日に3円も4円も動かれたら。トランプさんの思うがままに動いてる感じなんだろうね、きっと。政治家の人たちってインサイダーとかにならないんだよね、ドル円はね。株とかはインサイダーがあるけど、ドルとかFX 為替の方はなんかならないっていうようなことを前に聞いたんだけど、だから誰でも政治家の人は買えるようなことを聞いたんだけど、本当なのかな。そしたらみんなお金持ちだよね。ほぼほぼ自分たちで知ってるわけだから、どうなのかな。今売っとけ。こないだいつだっけ、4日か5日前、先週ぐらいの時にトランプさんが今が買い時だって言った時に3円ぐらいか4円ぐらい上がった時があったけど、あれはインサイダーにならないんだよね。みんなに向けて、世界に向けて言ったから。まああれを信用するかどうかは別の話になっちゃうからね、どうかと思うけど。
でもこのままいけばゴールデンウィークあたりはドルが安くなってね、海外旅行もしやすい。でも今のうちにもう決まってるよね、みんなね。海外行こうかどうしようかなんて。私とかの場合は昔だったら、そんな半年も前に旅行の予定を立てるなんていうこと絶対できなかったけど、もう行くとなったらすぐじゃあ来週行こうとか、そういう状態。旅行じゃないけどね、仕事でっていう感じだったけど、来週行こうとかそういう状態で決めてたけど、海外旅行とかも自分でもそうだったかな。来週3日間行こうかなとか、そういう状態で決めてたからあれだけど、普通の人たちはやっぱりね、半年前とか3ヶ月前とかに決めるよね。今年は飛び飛びの休み、ゴールデンウィーク。そうなのねさん。深夜さん、川崎 FX にしか興味ないですね。バイクなんだ。為替じゃないのね。川崎なので。川崎 FX ってあれ川崎って言うんだ。重たいバイクだよね、確か。違ったっけ。タンクが異常に重いようなバイクじゃなかったっけ。違ったかな。川崎 FX、そんな気がする。飛び飛びのゴールデンウィークなんだ今年は。じゃああまり休み取れないね。うねさん、すげえオートバイわかるんだ。いや、わかるってほどわかんないですよ。ちょっとだけ知ってるぐらいで。違ったっけ。意外と適当です。 FX って重いバイクじゃなかったかなって思った覚えがあります。タンクが異様にでかくて重いっていう覚えがあるなって思っただけかな。飛び飛びじゃ結構遠くにヨーロッパ旅行とかそういうのはなくなりそうな感じだよね。飛び飛びの時ってね、近いとこに結構行くから。サイパンとか人気ないのかな。サイパン行くよりも今は初めての海外旅行、グアムの方が多いと思うんだよね。皆さん、サイパンのレンタルオートバイなくなりました。なくなった。どこ行っちゃったんだろうね、あのバイク。みんな外に出したのかな。どこ行っちゃったんだろう。誰かが持ってんのかな、それとも業者から買って。たまにハーレー軍団みたいのは走ってるけどね。元レディースですよね、ひかりさん。違う深夜さん。違います。ハーレーとかどこ行っちゃったんでしょうね。でもね、島から出してどっかに売るっていうことをしたのかな。わざわざ持ってきたのに。
ものすごい量あったから、どこ行っちゃったんだろう。サイパンでオートバイ危ないからね、バイク。ブレーキ効かないからね。日本の感覚でブレーキかけてるとバンって当たっちゃうからね。雨とか降ると。うねさんよ、横浜連合の光さん、何それ横浜連合の光さん、わかんないけど違いますね。文字がくちゃくちゃってなってるから、なって見えるのね。だから横浜銀杯とか帰ってくるのかと思った私。横浜は見えたけど。横浜連合違いますね。わかんないですね。バイク本当にスクーターとかあんなにあったのに全部なくなっちゃってるでしょ。あっちもこっちもレンタル屋さん。どこ行っちゃったんだろう。みんな島の人が買ったのかなあれ。その割には島の中で走ってる姿を見ない。全くと言っていいほど見ないから、どうなっちゃったんだろうあれ。レンタサイクルもあったよね。レンタサイクルもなくなっちゃった。姉さんピンクのスクーター、そうピンクとかね、黄色とかのスクーターどこ行っちゃったんだろうねあれ。乗ってる人も見ないから島から出したのかな、わざわざ。あれ出す方がお金かかると思うから、どうしたんだろう。お店とかやってる人たちがやめてどっか行く方法ってどうやってるんだろうってサイパンは思うよね。島の中でことが追われるのかって思うよね。思うように物が売れないでしょ、この少ない人口の中じゃ。山の中に埋まってますって梅さん。怖い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 。本当にありそうで怖い怖い怖い。私の知り合いなんかも本当に山の中に埋められそうになってましたからね。天夜さん、お前ダイバーガールオイラロックンローラー、それって歌ですよね。また歌ですよね。お前ダイバーガールウィラロックンローラー、なんか歌ですよねきっとね。音楽が出てきそうで出てこない。音楽がなんかこう絡みそうで、違うって感じ、違う曲だって感じ。なんか昔そんなような歌詞があったような気がしなくもない。なんだっけなそれ。考えちゃうと分かんないな。考えても分かんないから考えるのやめよう。一個考えちゃうと
もうそれをずっと出てくるまで考えようとしちゃうから、なんだっけな、これダメだ、また考えないって言ってるそばから考えたくなっちゃうから忘れちゃったそれ。なんていう、横浜銀杯とかその辺の歌なんだろうな、きっと。出てこないわ。ダメだ、無理。ちょっと待ってください、お水飲みます。明日は銀行も何も休みなのか、最短は。そうすると何を知っていることは元ヤン決定。なんで深夜さん、そんな流行った歌は知ってるでしょ。流行った曲は知ってるでしょ、大体。面白い。流行ったよね、多分その辺の横浜銀杯とか。ちょっと出てこない、その曲が出てこない。曲が、音楽が頭の中で流れそうで流れない状態今の人はまずわからないですよね、きっとね。昔とっても昔の曲だからね。なるさんわからないです。わからないよね、多分。曲がね、頭の中でそのフレーズを読むと流れそうで流れない。うねさんもわからないの。うねさんもわからない。うねさんわかるでしょ。そのフレーズを聞くと流れそうで流れない曲があるんですよ。ダイバーが違うわ、分かった。今お前サーファーガールだ、そこが。そうだなるほど。そのダイバーって書いてあったからそこで曲が止まってたんだ。サーファーガールだ。思い出した。思い出せちゃうところが悲しいよね。自分より上世代ですよ。うねさん。じゃあ私のが年上ってことかな。あらら。そうだ、サーファーガール。それでやっと曲が出てきた。なんかおかしいなと思ったんだ。私ダイビングより波乗りのがしてたと思うかな。ダイビングもやってたけど、ダイビングの前は波乗りだったかな。ちょっと、波乗りよりスキーだったし、スキーのがよく行ってたかな。冬はもうとにかく山に入ってた。スキーにずっと行ってましたね、学生の頃とかも。小学生ぐらいからスキーをちょっとやってたんで、ダイビングをやりだしたのはもう大人になってからだったから、
それまではスキーと波乗りかな。日本だとね何でもできるから、サイパンだとサップ挑戦してみたいんですけどね。ちょっとね勇気が海に入りに行く勇気がなくてまだ行けてないんですけど、アクアの前でサップやっていいよって言われてるんだけど、無趣味です。何か見つけないと。うねさん無趣味なの？私も無趣味ですよ。ずっとこの死んでた期間、趣味っていう趣味ずっと別になくて、誰かがやるならやるかなっていう感じで、だからお客さんがゴルフ行くからゴルフもやるしっていう感じ。この7、8年は何もやってない。全く1年、9年、10年は何も本当やってない状態だから。ミュージックエイドまだありますか？何それミュージックエイドって。ミュージックエイドがわからない。ミュージックエイド、いや全然引っかかんないよ。深夜さんなんでしょう。ミュージックエイド、それはガラパンにあるものとかなのかな、もしくは私が持ってるもの？持ってないな。私は間違いなく持ってないと思うんで。ミュージックエイドってなんだろう。全くわからない。それがどういうものなのかもわからない。わからないものだらけだ。ミュージックエイド、趣味はねないんですよね。趣味っていう趣味って昔から別にこれといってなし。ススペにあったレコード屋、角っこにあったレコード屋さん、どっかの角っこにねあったレコード屋さん、いや見かけてないですね。レコード屋さんでもあそこぐらいしかなかったから行ったことはないけど、どっかにあるんじゃないかな。レコード屋さんの一軒もない島って寂しいよね。多分一軒ぐらいどっかにあると思うけど見てない。あそこにあった。ミュージックって書いてあった。あれミュージックエイドって言うんだ。知らなかった。レコード屋さんねあったけど今はどうなんだろう。見かけてないよね。この間行った時も全然見かけてはいなかったな。見てないな。レコード屋さんぐらいね、なんかいらないのかな今って。ダウンロードとかで全てが済んじゃうのかな、もしかしたら。めちゃくちゃ時間はかかるけどサイパンのインターネットだと。そうかもしんない。いらないのかもね今時は。全てがネットで終わっちゃうもんね。ネットで完結できる類のものだからいらないかもしれない。音楽なんか特に
ネットで処理できるもんね。みやさん、ススペのビアンカの日本食も美味しかった。そうなんだ。ビアンカの日本食、ビアンカの日本食、食べたことあったかな。ビアンカ、ビアンカ、ビアンカ、ビアンカホテル、ビアンカホテル、日本食あったっけ日本食あったかどうかもよくわかんない。ビアンカホテルがあって、あのダイビングショップが入ってたのも覚えてるけど、日本食あったっけ。いやー、わかんない。ビアンカのホテルも思い出せるし、ダイビングショップがあったことも思い出せるけど、和食があったことは全く思い出せない。ビアンカはビアンカ和食わかんない。そこじゃなくてだよね。なんだっけ、芋屋じゃなくてだよね。芋屋とは別のものっていうことだよね。銀座ブラスないよ。ないない。ブラスなくなっちゃったよ。やめちゃったんだよね、確か。なんかご不幸があってやめたとかって聞いたような気がするんだけど、確実じゃない。ブラスのお弁当美味しかったんだけどね、安かったし、当時の金額だから、当時は当時の金額だったからあれだったけど、あそこはでも値段を上げないでずっと美味しいのを出してたからね。カニクリームコロッケが好きでした。あそこの芋屋もカニクリームコロッケ美味しかったんだよな。カニクリームコロッケ多分手間がかかるからあんまりやってるところないんだよね。クリームコロッケが手間かかるからかな。自分ではクリームコロッケは作ったことないな。銀座ブラスありましたね、そういえばね。ブラスもなくなったな、そういえば。美味しいとこもどんどんなくなっちゃってるから、今元気なとこはね、元気なとこはね、ずっと元気なんだからどうでもいいと言っちゃなんだけど、宣伝しなくてもほら全然人が来てるわけだからあれなんだけど、最近はこんなとこあったんだっていうようなところが、私が外に出てなかったからそういうところが目につくだけなんだと思うんだけど、深夜さんね、セブン47もなんでこんなところにと思った。そうですよね、あそこの場所もね。セブン47もなくなっちゃったと思うんだよな。ないよ、確か。セブン47もないよな、確かね。あそこ何回か通ったけど、やってないと思う。峰さん、野良猫野良犬が減ったような気がする。そうそうそう。ほんとね、野良猫と野良犬いなくなっちゃって、
犬捕まえては殺処分になっちゃったり保護センターで保護されたりってしてるみたいなんですけど、中国人が食べたいやいや、それも一部の人はあるかもしれないけど、まあほぼないんじゃないのかな、今頑張ってる人たちは。分かんない、隠れた人たちはね、そういうことがあるやもしれないけど、どうなんだろう。野良犬は本当にいない、ほぼほぼいない。猫は猫もうちの周りにも、周りには飼い猫がこううろうろはしてるけど、猫いなくて、本当にね、ネズミがひどい。ネズミがね、道路を7、8匹で並んで渡ってるんだよ。しかも大きいの。気持ち悪いよ、あれなんだろうと思って。道路の端とか7匹8匹で歩いてるの、怖いよ。でさ、白い犬より赤い犬が美味しいって言ってた。やだよく昔から聞くよね、そういうのね。赤い犬が美味しいとかってね、聞く。韓国に昔行った時に誰かの結婚式に行って犬出してたよね。犬は一応その当時は高級料理とされて、ミッキーマウスとかそういう可愛いもんじゃないけど、そうなのよ。いるのほんとね、堂々と歩ってるっていうの。猫がいなくなっちゃったから、野良猫ちゃんが前はいたから、飼い猫はほらそんなね、ネズミとか追っかけ回さないんだと思うんだけど、追っかけ回すかもしれないけどね、殺して食べるとかってないと思うんだよね。ご飯もらっちゃってるから。だからネズミがものすごい多い。どこ行ってもゴミ箱っていうか、ゴミ箱だよな。ゴミ箱、お店のゴミ箱とかそういうとこに本当にネズミよく見る。昔以上。あれやばいよね。ネズミを殺すために、ネズミを何かを殺すためにカエルを入れたんでしたっけ。カエルを殺すために何かを、サイパンにネズミを殺すためにカエルを入れた。そんなわけないか。カエルがネズミを食べるわけないもんね。カエルを殺すためにネズミを入れたのかな。どっちかな、どっちかなって。カエルを殺すため、ネズミを殺すためにカエルを入れるわけないもんね。カエルを殺すためにネズミをサイパンに入れたのかな、昔。確かだったかな。なんかそういうことがあって、だけど何の動物だったか忘れちゃった。映像はどこのスーパーですか。これなんだっけ、名前わかんないな。名前がわかんないな。これあれです。キャピタルヒルの上のスーパー。なんだっけ、名前。昔からある名前のスーパー。名前忘れちゃった。とにかくもうネズミが多くて困る。
猫がだから前は猫が何とかしてたんだと思うんだけど、その猫ちゃんがいなくなっちゃったから、野良猫ちゃんがいないから、ニューヨークかなんかでこの間去年、3年前ぐらいかな、ネズミがすっごい出ちゃって、本当に異常繁殖し始めちゃって、猫をこう保護猫活動しちゃったから、でネズミバスターズみたいのを作って、ネズミそれにお金をかけたっていうのがあったけど、本当そういうことやらなきゃならなくなっちゃう。これ異常だよ本当にね。ネズミがね、ミドルロードとかにね、ネズミがゾロゾロゾロって歩いてるのが見えたりするの、ゾッとする本当に。スーパーリッチスーパー、違う違う、スーパーリッチスーパー、そんな名前じゃない。イコーじゃなくて、ダメだ、忘れちゃった。そんな名前じゃないです、深夜さん。スーパーリッチスーパーっていう名前じゃないですね。なんだっけな、名前。昔からある名前のスーパーだから、多分深夜さんも知ってると思うんですけど、名前が忘れました。オーナーは変わってるんですけどね。中国のまた別の方になってやってますね。そうそう、深夜さん、そういえばガラパンのやっぱりあそこの角っこの洗濯機コインランドリーなくなってましたよ。やっぱりクローズしてた。やっぱ人がいないからクローズせざるを得なくなっちゃったのかなって思うんですけど、あんなににぎわってたところが、まあにぎわってたって洗濯だけど、人が多分雇われてる人がいなくなったから、あんだけ寂れちゃったのかなって思いますね。あんだけ大型のコインランドリーなくなっちゃうと結構不便で、多分他にコインランドリーって見当たるとこがないんだよね。多分電気料金も高いし人もいないしっていうんでやめちゃったんだと思うんだけど、他にコインランドリーってあるとこありましたっけ？思いつくとこがないんだけど、コインランドリーなくなったら結構多分不便ですよね。みんなドロップして洗濯してたのに、アパートにね洗濯機ないところだって多いと思うから、どうするんだろうって。今儲かるのはコインランドリーかもしれない。そうでもないか、もう需要がないからやめたんだろうからな。ぽっかりだから全部閉まってたんで、今洗濯機がない人はどうしてるんだろう。お友達のとことかで洗わしてもらったりしてるのかなって。それしか方法が
ないですよね。雇用がなくなっちゃったから随分人がもうめちゃくちゃ減ったんだと思うんですよね。私の言うことじゃないけど、どうやってみんな生きてんだろうって本当思いますよ。うん、なんかね、韓国人のコンストラクション、川に洗濯、うねさん川がないって、サイパン川ないんだから、それも無理でしょう。海に洗濯かな。海で洗濯で塩だらけになっちゃうけどね。何を落としたっけ今何を落としたか忘れちゃった。川に洗濯じゃなくて何を落としたんだっけな今。なんか言おうとしたけど忘れてしまいましたね。やばいやばい、本当に。なんかそういえばって思うことがあったんだけど忘れちゃった。今何を言いかけたっけ。うねさん、カジノできたら買わなくなった。ドブ川の話ね。ドブ川ね、昔はね、あそこずっとドブ川があったけど、テラピアがねいっぱい泳いでたんですよね。皆さん、サイパン復活するときハウスクリーニング屋さんが儲かるかな。そうだね、そういうの儲かるよね。ハウスクリーニング屋さんは今でも結構 Facebook とかのバイアンドセールとかにハウスクリーニング探してるっていう人いるもんね。書いてある、掃除でハウスクリーニングしてくれる人って。アパートが出たり入ったりするときにね、バーッと掃除するとかね、ああいうのは需要あるよね。あとみんな結構車が持ってない人が多いんだなって思ったのね。地域で車1台をみんなで使ってるとか、そういう人が結構多かったりするから、何でも屋さんのお買い物しますとか、なんだっけ、お買い物してきますよとか、そういうのも儲かるんじゃないかなとかって思ったりしたね。ああいうのもちゃんと信用が大事なんだろうけど、まあ届けるのにも私にはできないけどさ、そういうことは届けるのとか怖いからどこ行かなきゃいけないのか分かんないところ行くのは怖いんで、私にはちょっと不向きな仕事だけど、ハウスクリーニング屋さんとかならね、みんなでこう何人かでバッて行くような仕事だから、そういうのはいいと思うけど、一人でお買い物とか屋さんはちょっと怖すぎるよね。私にはちょっと無理。どこ行かなきゃいけないっていうのがわからないから、山の中とかわけわかんないとことか行かなきゃなんないと、それでちょっとそれだけでビビっちゃうから。ハウスクリーニング屋さんいいかもね。お金がある人だったら頼むよね。結構 Facebook のあれに出てるもん、なんか探してますみたいな。
3日だけとか2日だけとかって書いてあるのある。であれグループとかで行く人がいるんじゃないかな。で行きますみたいな返事も入ってたりするから、やってる人もいるんじゃないかなって感じ。ホースクリーニングってまあどうだろう、若者がいれば大丈夫だろうけど、男で結構必要だよね。でも復活する時でもパーミット詐欺が一番パミットはもうパミット詐欺できないでしょ。だってアメリカだもん。無理だよ。パミット詐欺って何すんの？でもパミット自体がもうね CW になっちゃったわけだから。でも CW はまだ結構取れるみたいだからね、普通に。人を雇うことは可能みたいだよね。人を雇うことは可能みたいだけど、どうなるのかね。サイパン復活する時って復活する時がいつよって感じだけどね。もう今のね、とにかく税制無理よ。税制売り上げのっていうのは無理でしょう。やっぱ利益のナンパっていうことにしないと投資家も入ってきづらいし、大きくなれば大きくなるほど入りづらいし。だからホテルとかああいうとこが新しく入ってきたところ、不思議なんだよね。どうやって採算を計算して入ってきたのかなって。じゃなきゃなんか政府とのアンダーのなんか密約があるのかなとか。でホテル税だってあるでしょ。すごいお金かかるのに、どうやって支払っていけんのかなって感じだよね。一部屋$200の部屋が売れちゃったら、もうそこに対して売り上げに対してお金がかかっちゃうわけだから、怖すぎるんだけど。大手企業ほど入りにくい税制だからね。ちっちゃい企業も同じだけど、ちっちゃい企業もちっちゃい企業で売り上げにかかる税金なんて今世界でどっかやってるとこあんのかな、こういう税制で。やっぱね、利益に対しての税金にしてくれないと無理だよね。ウニさん、ケンジントンは潰れなきゃ何かあるよね。ねえ、不思議じゃない？ウネさん、売り上げに対してだってかかるんだよ。普通に考えて不思議なんだけど、ホテルとかはなんかあんのかな、そういう。あんたたちはそういうのはいいですよっていうのがあんのかな。そういう売り上げに対して払わなくていいですよっていうのがあるのかな。じゃなきゃだってシェラトン参入も意味が分かんなくて、部屋の料金も高いわけじゃない。
だから一つの部屋が売れちゃったらもうそれだけで税金がかかってくる金額に達してきちゃうもんね、すぐに。怖いよね。それでどうしてやっていけんのかが意味が分かんなくて、大手であれば大手であるほど本当に怖い税制なんで、なんかあるのかな、そういう密約っていうか。普通に思うよね、ケンジントンが潰れなきゃなんかあるよねって本当にそう思うんだけど、じゃなきゃだっておかしくない？ケンジントンだってどれだけの経費がかかる。それでいて売り上げなんてまあね、金額はバーンとかかってくるけど、それなりの経費もバンバンかかってるわけだから、それで経費が認められなくて売上だけを見て税金払わなきゃなんないわけだから、サイパンの税制はありえないんだけど。もうね、スーパーの人とかだってみんなもううんざりとかって言ってるよね。売り上げが上がると上がるで嬉しくないって言ってるよね。本当に税金がどんどん増えていくから。経費が認められないっていうのは本当にありえない。だからもうね、政治の人たちが結局地元の人たちの中だけで終わっちゃってるから、そういうものを決めるところの人たちがで、政治家たちが地元の人たちで、地元のずっとそういう人たちはそういうところに座ってるから、庶民のね苦しみが分かんないんだよね、きっとね。庶民とか投資家の苦しみ分かんないんだよね、きっとね。で、投資家の人も初めはいくらまでが税金かかりませんよとか、ここまでは 2% ですよ、ここまでは 5% ですよっていうのがあるから、ちょっとなんかじゃあ税金安いんじゃねみたいな感じで思って入ってきちゃったら大きな間違いなんだよね。ここに気づかない人多いから。大きな間違いなんだよね。これでもね、昔よりスタッフに対して責任がなくなったって言ったらいいのかな、早く言えば。アパート代とか光熱費とか払わなくて済むようになったから、それこそこの間も話したけど、出産費用まで払ってたわけだから、出産費用も払わなくてよくなったわけだから、そういうのはありがたいよね。ありがたいっていうか普通なんだけどね、それが普通なんだけど、出産費用まで面倒見なきゃいけなかったから、大きな落とし穴があることを知らないで結構参入してきては嘘でしょみたいなことになるようなことが多かったからね。病院にね行ってね、風邪だなんだって言って病院に行って、お金がないから後で払いますっていうのが多かったらしいの、昔って。だから会社に責任を持たせるっていう法律ができちゃったらしいんだけどね。
とね、あれがしんどい法律だよね、意外と。犬の子でも猫の子でもっていう状態だったから、例えばね、本当に結婚してる人の子供ならその会社が面倒見なきゃいけませんよっていうなら分かるんだけど、今回はあっちの彼氏で前回は向こうの彼氏だったりしたわけだから。でフィリピンに旦那がいるのに妊娠しちゃったりするわけだから、それでも会社が払わなきゃいけなかったから、ちょっと納得いかなかったりしたこともあるよね、気分的には。保険屋さんが納得いかないって感じなんだろうね。保険屋さんは何でも払わなきゃなんないから、保険かけてるから、会社は。日本だったら考えられない、そんなことだよね。日本だったらありえないよな。ケンジントンはでもお客さん結構入ってるみたいだからな、高いのに。韓国人のお客さんが結構いるみたいで、そう、COP の中のレストランとかもやってるみたいなのかな。あれ逆かな。 COP のお客さんがケンジントンのバーベキューとかに来るように流れになってるのかな。あ、そうだそうだ。ケンジントンに会社が電気払うんですか。前はね、昔はね、今は払わないよ。昔はそういうのがあったんですよ。会社が面倒見るっていう感じなことが、それ日本でも今あんのかな。ないよね、日本では。外国人労働者を雇った時にそういうなんかあるようなないようなだな、日本だと。サイパンは昔は会社が電気料金も医療費も払ったりする責任があったんですよ。今はね、やっとなくなってきたんだけどね。今の状態は結局は時給が上がったから、その当時とは10年前とかから比べたら、今時給が7ドル25、7ドル50とか、最低賃金がそのあたりだから倍にはなってるんだよね。みるみる上がってったもんね。25セント25セントじゃないな、50セントぐらいずつ上がってったんですよね、サイパンって。結構な勢いで上がってきたから、グアムやアメリカに近づこうとしてちょっと大変な時期。これからまだ上げようとしてるからね。こんな物価が悪いね、物価が悪い、景気が悪いっていう時に、リセッションでも起きちゃうんじゃないかって、サイパンの中はね。アメリカ自体もそういうことは言われてるけど。深夜さん、リクエストしていいですか。空港からガラパン方向に向かう道で
ミドルロードの分かれ道、手前の下り坂の風景がサイパンに来たと感じていた。もう一回読もう。空港からガラパン方向に向かう道で、空港からガラパン方向に向かう道で、ミドルロードの分かれ道、手前の長い下り坂の風景がって感じ。私の動画にこの間あったよね。 CUC のCUC の帰りミドルロード曲がっちゃったのか。ミドルロードに、曲がる手前だよね。手前の大学のとこだよね。元ピンクのおじさんのところの横の道でしょ。 CUC の前の道でしょ。 CUC からトヨタに向かう長い下り坂だよね。海だって見えるとこってことだよね。今度沿ってきます。月末前には行くんでちょっとごめんなさい。喉がガラガラ。すいません、お待たせしました。カメラ角度少し下げて。どこのカメラ角度少し下げて。今度撮るときに、海を撮るときにってこと。テニアンのブロードウェイも好きでしたよ。テニアンのブロードウェイはダイナスティの目の前の道バーってまっすぐの道だよね。あそこあれ大変だよね。歩いたり走ったりしたら。トライアスロンで一回あそこずっと並走して撮ったんですけど、まあ大変。昔々の話だけど、まあ大変だった。あそこは。サイパンはあそこのね、トヨタに行くところに降りてくる道
まあ、サイパン来たって感じですよね。海がバーって広がって、カメラ少し下げるのね。カメラ少し下げるとあれ以上下げらんないんだよね。ボンネットが映っちゃうの。ちょっと GoPro みたいなやつどうやってなんか使い方、これが何者だかよくわかんないから調べようがないんだよね。だいたいこう型番とか書いてあったりすれば、それをこうネットで検索すればだいたい今の時代は使い方が出てくるんだけど、何も書いてなくて何者だかよく分かんなくて調べようがなくてね、どうしていいのかが分からない状態。喉がカラカラ。雨降ってくんないかな。今ね、フィエスタじゃない、クラウンホテルはバーッと光が照ってて、クラウンホテルはこっち側がガラパン側が町側が全部廊下サイド、外廊下のところになってるから、そこ全部電気がつくんでわーっとホテルが綺麗に見えてますね。クラウンの隣のハイアットがなんか暗い感じ、なんか光がない感じに今見えてますね。暗い。でも街が暗い。8時半とか9時になっちゃうともうほぼ何にもやってないって言ってたから、うねさんもサイパン来た時9時ぐらいとかで何もやってなかったんじゃないかな。昔はね、2時までとか朝4時までとかやってるお店あったけど、今ほぼ何のお店もやってない状態だから、結構遊ぶにしても部屋飲みとかになっちゃうのかな。部屋飲みとかのが多いのかな。韓国の人はあんまりお外で飲まないっていう話もよく聞いたしな。昔から中国の人は極端なんだよね。お金持ちの人はお外出てきてバンバン飲んだりしてたけど、お金のない人は、日本人もそうだな、昔部屋でカップラーメンとか食べてたもんな。昔中国の人は鍋とか持ってきて部屋で火鍋とかやっちゃうからすごい匂いになっちゃうってホテルの人が言ってたことがあった。火鍋とか持ってくる方の方がお金かかりそうなんだけどね。鍋とか重くて、中国の飛行機会社はそういうのは重量オーバーとかなかったのかなって。今アメリカの飛行機会社は結構うるさいでしょ。一つのバッグで30キロだか40キロぐらいまででしょ。あとはオーバーチャージがかかってくるわけでしょ。40キロとかなかったような気がするな。なんか最後に乗った時に手荷物と預け荷物1個、なんかそんなような気がする。何キロだったか忘れちゃったけど、アメリカの
航空会社きついですよね。ゴルフバッグとかも荷物以外にゴルフバッグ持ってくるとお金かかんのかな。そういえばなるさん28キロじゃなかった。そんな軽い3028キロってことあるの。28キロって軽いね。28キロすぐだよね。そしたらダイビングの BC とかも入れどこれなくなっちゃうんじゃないの。 BC とかレギュレーターとかも28キロはないけど、結構きついね。28キロとかだとなんか40キロとかそのぐらいの感覚があったんだけど違うのかな。どうなんだろう。28キロってなるさん28キロなの。アメリカの航空会社は28キロじゃ何も持って帰ってこれないね。日本に行ったとしても。昔は結構ガサッとノースウエストの時代は何でも持って帰ってこれたんだけど、重くなってもオーバーチャージも4000円ぐらいだったのかな。意外と優しい感じで、ちょっと払えば大きいものも持って帰ってこれたから、洗濯機とか持ってきたりしてたんですけどね。昔はその昔ノースウェストっていうのが飛んでた時、あの時代は JAL はその時から結構厳しかったかな。物に対して。サイパンはあんなこんなで、なんかサイパンダコインじゃないけど、そういうのを一生懸命やりたがってる人がケニアにいるけど、もうね、こんなの進めていったら本当にね、祈るのは連邦法に引っかからないように、アメリカに目つけられないようにしてもらいたいなって。本当目つけられちゃったらもうサイパン終わっちゃうなって感じ。うわ、深夜さんコンチネンタルが懐かしい。うわー、ちょっとかなり懐かしい。コンチネンタル飛んでましたよね。っていうかあるのかな、コンチネンタルっていう会社が今は。どうなんだろう。懐かしすぎる。コンチネンタルってね、昔はね、コンチネンタル、JAL、全日空飛んでましたからね。うねさんは幻のスカイマークにも乗ったというし、ちょっとすごいけど。マンゴエアーってどうなったんだろうね。飛ばなかったね結局。あれ、マンゴエアーって投資を求めてたよね確か。危ない危ない、なくなっちゃったね。飛ぶって言ってたのに結局飛ばない状態になったけど、今飛んでるのがコンチネンタルじゃなくてデルタか。今飛んでるのはデルタだよね。
デルタが飛ばなくなっちゃったら最悪になっちゃうからね。またグアム経由の状態に戻っちゃうからね、このままじゃ。そういえば、そう知事がね、なんかまたサインをしたって言ってて、カジノの売り上げを、カジノっていうかゲームスロットとかの税金の売り上げの利益をいろんな団体に、サイパンの団体にどこに使うかっていうのをサインしてたんだけど、もうそのサインがもうこういうのを見ると知事ダメだなっていう感じがするんだよね。いろんなとここう申請したりして、どこにお金必要なのかで振り分けたりするんだけど、もう断られたところが心のケアをする施設とか、動物保護団体とか、あんまり選挙の票につながらないようなところをみんな断っちゃってて、 OK と言ったのが漁港の建設とか奨学金、海の文化プロジェクトとか、なんかもう見てるだけで票が集まるところっていう感じだよね。自分の選挙の票が集まるところにお金を使って集まらなそうなところは全てもう却下みたいな状態になってて、このねケアの団体とかにお金使ってくれないっていうのはなんかすごい嫌だなって感じなのと、あとそういう女性を第三者委員会立ち上げましょう。本当だよね、本当そうしたいぐらい。なんかね、文化系の方にお金が結構ね流れてんのね。障害者の権利の獲得みたいなところの警護してくれるような団体、 NPO 法人なんだけど、そういうとこにも却下されたり、あそこはね仕事してないからそれでもいいのかなと思うけど、票にならない、成果が見えにくいようなとこ、そういうとこ申請書がしょぼかったみたいな状態でみんな却下されちゃってて、知事がサインしてるとこは目に見える結果がすぐ出せるような団体、あと地元の文化とか、文化に結構ね、伝統とかに最近なんか結構力入れてるっていうか、だから票につながるよね。文化、茶物文化とかそういうとこにお金を振り分けてる。あとはなんかコネがあんのかなっていう、自分が仲いいのかなっていう団体だと思うんだけど、そういうとこに振り分けてんだよね。わかんないけど、そういう風に見えるっていうだけだけど、なんか女性を助ける団体とか、イーロン・マスクさんの政策で、トランプさんの政策でもあるけど、トランプ大統領の政策でもあるけど、もう仕事になってないような、仕事をしてないような、なんか飾ってあるような団体じゃなくて飾ってあるような政府の仕事、ガバメントの仕事なんだけど、なんか動いてないなみたいな、あんまりやってないなっていう。サイパンでもあるんだけど、女性を助ける団体とか、自分たちの
フェスティバルみたいのはガンガン一生懸命やったりしてるけど、それ以外は好き嫌いで物事を動いたりするようなところをどんどんトランプさんの政策のように削除していけばいいと思うんだよね。だからそういうのがあるからきっとトランプさんだってバカじゃないから、サイパンはどういうとこにお金使ってんだろうって見る人が、トランプさんが直接見てるわけじゃないと思うけどさ、他の人がこうチェックしてるんだろうけど、余計なとこに使ってんなみたいなのあると思うんだよね。この間だから500セールスってカヌーの団体あったでしょ。あそこにも3万ドルっていうお金を出してるんだよね。だから団体伝統とかそういうとこに結構出してるからちょっとびっくりだから、カヌーもいいんだけど、って国からももらっちゃうんだって感じで、だって観光で結局お金をもらってる団体の NPO なのにちょっとなっていうのは思ったよね。奨学金はねいいと思うし、学生の模擬裁判活動とかにもお金が出てんだよね。ちょっとびっくり5000ドルぐらいだけど、そんな感じでした。今週はまた明日金曜日でちょっと映像をちゃんと出したいっていうか、ちゃんとは出せないけどまた出しといて思いますんで。第三者委員会流行ってるよね、日本でも。サイパン第三者委員会ないんじゃないの？立ち上げられないんじゃないかな。そんな感じで今日もこの辺でまた明日よろしくお願いします。今日も皆さんありがとうございました。深夜さん、なるさん、うねさん、のばるさんまた寝てんのかな。のばるさんありがとうございました。そして見ていただいていらっしゃる方いらっしゃいましたら、なんだっけチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。深夜さんおやすみなさい。アディオスありがとうございます。またよろしくお願いします。それではまた失礼いたします。みんな飲んだりしてんのかな。これ飲みながらみんなやってんのかな。飲みながら見てたら私も飲みながらやってみようかな。今度文字読めなくなるかな。あれどうできるの。立ち上がってこない。切る画面が立ち上がってこない。どうして切れたのかな。あれなんでどうしてこうなってんの。これか。これだ。おやすみなさい。ありがとうございました。失礼いたします。